いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回はフライフィッシングの魅力と題して解説いたします。これからフライフィッシングを始めてみようかなと思っている方、フライフィッシングってそもそも何が楽しいのと思っている方へ向けた動画になります。この動画でフライフィッシングは自由で奥が深くて面白そうと思っていただけましたら嬉しいです。ベテランの方も新しい発見があるかもしれませんので、最後までよろしくお願いいたします。今回の結論です。蓄積された膨大なデータ、餌釣り的な釣り、五感をフルに活用。本日の目次です。簡単に釣ることができる。魚の食性に合わせる。観察と実践の繰り返し。この3つについて解説いたします。早速ですが、フライフィッシングの魅力は今回の動画では伝えきれません。フライフィッシングは一見シンプルな釣りのように感じますが、実はそんな浅いものではありません。フライフィッシングをより楽しむなら、お近くの釣り具店でオフラインな仲間を作って一緒に釣りへ出かけるのがいいかもしれませんが、実際はそう簡単にはいきませんよね。オンラインではありますが、私、学べるがお供させていただきます。それでは楽しい底なしの釣りへご案内いたします。簡単に釣ることができる。マス類の魚たちがいる管理釣り場で、水辺にルアー、フライ、テンカラといった疑似餌釣りの釣り人が並ぶと、圧倒的にフライフィッシングの釣果が他を上回っているケースが多く感じます。あくまで私の個人的な印象です。管理釣り場での釣りは、そこに魚がいることが前提になりますが、場の状況に合わせて魚に口を使わせることができれば釣ることができます。この場の状況に合わせて魚に口を使わせることに関して、フライフィッシングというジャンルは特異的に効果を発揮します。場の状況に合わせて魚に口を使わせるための手段や方法がフライフィッシングには大量に用意されています。世界中のフライフィッシャーが過去数百年にわたって研鑽を重ねてきました。これは今でも日進月歩でアップデートされています。現代の一定以上の経験値のあるフライフィッシャーが釣り場へ携える引き出しは、星の数以上の知識や技術など無限の奥行きがあります。そのため、魚を釣るだけなら、これまでに蓄積された膨大なデータを駆使すれば、簡単に魚を釣り上げることができます。とは言ってますが、これはあくまで魚がそこにいる環境であり、魚が捕食している餌を完璧に毛針で完成させ、さらにそれをあたかも自然に流すことができればの話です。理屈では分かっていても、そう簡単に釣ることができないのが、このフライフィッシングの魅力でもあります。魚の食性に合わせる。フライフィッシングが効果を発揮する舞台は様々です。源流、渓流、清流、本流、湖沼、海の堤防、リーフ、外洋とバラエティに富んだフィールドがあります。地球上に生息しているほとんどの魚をフライフィッシングで釣ることができると言っても過言ではありません。人間が到達できない深海魚などは無理な例外ですよ。フライフィッシングはとてもシステマチックです。フライロッド、フライリール、フライライン、リーダーという独特のシステムは、フライのサイズと釣り場に合わせて調整することができます。綿のように軽い毛針を時には25メートル以上も先の水面へ静かに届ける技術はフライタックルでしかできません。さらには毛針、フライは昆虫をイメージした全長 5mm 以下の極小サイズから 10cm を超える大型のベイト、小魚まで様々な姿を表現することができます。フィールドや対象魚に合わせて変化させることで手を変え品を変え魚たちに迫ることが可能です。フライフィッシングは基本的には魚の食性に訴える釣りです。フライを作ることを巻く、タイと表現します。釣りたい魚の行動を観察して食べている餌、生物を意識して巻いたフライを釣り糸の先に結びます。
言ってしまえば餌釣り的な釣りです。フライフィッシングでは歴史的に自然観察、とりわけ水生昆虫と深い関係があります。生餌ではない疑似餌で魚を釣ろうとするわけですから、釣り人は半信半疑で常に不安な状態で釣りをするわけです。だからこそ対象魚の釣り人の目線でしつこく観察し、自分なりに翻訳した結果を自分のフライに表現するということになります。とは言っても、フライタイイングを極めた方が巻いた毛針であっても、結局は疑似餌です。水生昆虫学に詳しい学者は優秀なフライフィッシャーとは限りません。初心者が巻いた毛針が爆鳥を生み出すこともあります。人の目から見てリアルで釣れそうな毛針が魚にとって本物の餌に見えているわけではありません。凄腕のフライフィッシャーと呼ばれる方はもちろん経験が豊富で、たくさんの成功と失敗を繰り返してきました。悩める多くの釣り人にとって時に水辺の一生の恩師になります。水生昆虫と魚の関係において今何が起きているのか、どうすべきなのか、経験に裏付けられた野生の勘で謎の鍵を解き明かし、背中をポンと押してくれるでしょう。観察と実践の繰り返し。フライフィッシングには3つの大きな要素があります。第1にフライ、毛針のことです。もともと鳥の羽毛を釣り針に結びつけていました。時代とともに材料の種類は増え、毛針作りの技術も発展してきました。昔も今も魚と直接的に接するのはフライです。第2にフライキャスティングです。軽い毛針を魚のいる場所まで運ぶための技術です。魚と出会うためにほんの少しの練習が必要です。難しく感じますが大丈夫です。自転車に乗るみたいなものです。第3に観察と実践です。たまたま魚が釣れたでは進歩はありません。釣れたのはなぜか、一体何が良かったのか、その釣れた光景を再現するために必要な条件は何だったのか、釣れたで終わらないところがフライフィッシング的なアプローチの真髄です。五感をフルに活用して自然を観察して悩んで想像して作り出して生み出して技術を磨いて釣れたならまた悩む。その繰り返しです。散々ロジック、道筋を展開して水辺に立ちます。ところが最終的に頼るのは信念、信仰、言い伝え、根拠のない極めて個人的な成功体験だったりします。この思惑が見事にはまって釣れた時の達成感は言葉では言い表せないほど嬉しいです。これまでフライフィッシングはすでに完成された釣りのように表現してきたため、フライフィッシングは完璧な釣りと思ってしまいますが、そうではありません。フライを巻き、フライをキャストして、魚に口を使わせて、魚をキャッチするところまで、すべて自らの知識や技術がものを言うフライフィッシングは、釣り人の釣り人生そのものの人間味あふれた釣りであるということに感じます。私、マナベルもその魅力に魅了された一人です。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。